通社員旅行って最低でもイカホじゃないんですか。舐めるのも大概にしてください。イカホに失礼だぞメイド。まあこれも社長の意向なので。たまにはいいではありませんか。なかなかこんなのどかな場所へ来る機会はありませんよ。それでその社長はどこに？持病のささくれが悪化したので本日はお休みです。あのクソじじい。花房先輩も失礼ですよ。そうだな。すまない。ところで君はどうしてそんな格好を？メイド先輩にこれが社内規則と言われましたので。君名前なんだっけ？十文字義光です。今年新卒で入った男の子だよな。男の子です。社内規則では男の子が女の子でもかと書いてありますのよ。そうです。こんなに可愛い子が女の子なわけないじゃないですか。あんたら何言ってんだ。しかしなんだか懐かしいですね。来たことがあるんですか？いえ、この美しい緑と土の香りがなぜでしょうか。ああ、確かに来たことないけど、こういう雰囲気って懐かしいと感じますよね。昔なくした愛用のギャルボールを思い出させます。あんたも何言ってんですか？おいでやす。ようこそおいでやす。お上の癖すごいけどいい旅館ですね。何もない村じゃが精一杯おもてなしさせてもらうでの。どうかゆっくりしていってくだされ。いえいえ、十分すぎるほどです。それと村の外れにある廃墟には絶対に近づかないように頼む。いつ崩れるかわからんからの。丁寧な前振りありがとうございます。今夜行ってみますね。絶対に行くんじゃないぞ。吉光くん、一緒に温泉に行こう。背中を流すよ。じゃあ僕は前を。いや、僕は夜になったらにしようかなと。花房先輩はどうするんですか？俺は土産物屋を探しに行くよ。僕も行きます。私は旅館でゆっくりしましょうかね。私もそうします。モブオさんはどちらに？私はその辺りを回ってみますよ。気をつけてくださいね。この辺りはスズメバチが出るみたいですから。ははは、そんなラッキーがあったらいいですね。ラッキーじゃないんですよ。しかし本当に懐かしいですね。小さい頃はよくこういう場所でザリガニを取って局部を挟ませたものです。どれ一つ捕まえてみますか。おや、この小川にはほとんどおりませんね。良いことです。うわっ、あいたたたた、水攻めプレイになってしまいましたね。ありがとうございます。随分と長身な女性ですね。踏みつけていただけたらどんなに素晴らしいことでしょうか。申し訳ありません。局部にジャストフィットのザリガニを探していたら滑ってしまって、いやはやお恥ずかしい限りです。私の名前は、おや、消えてしまいました。背の高いワンピースの女性？180センチ以上あるモブオさんよりもですか？はい、少なくとも頭2つ以上は。2メートル以上あるのではないでしょうか。そんな大きな女性がいたら名物にでもなっていそうですけど。どうしたよ清水、腹でも痛いのか？もしかしたらそれって。いえ、何でもありません。吉光くんはトスケベボディのデカ女がお好きなんですね。どういう意味ですか？こちらへ来てはいけません。君が決して踏み入れてはいけない深淵です。皆さん揃いましたね。それでは帰りますよ。隣に座っていいかな。じゃあ僕は後ろ、僕は下。吉光くんはメイドくんの隣に座ってください。モブオさん、どうかされたんですか？いえ、なんだかこの場所を知っている気がするのですが、それがどうしても思い出せなくて。デジャブとかじゃないですか？そうなのでしょうか。村長さん、お世話様でした。こんな何もない村ですまなかったの。ところでレインやっとる。村長さん、この子は男の子ですよ。承知の上じゃよ。あなたとはいいお酒が飲めそうです。モブオさん、スズメバチが。受けて立ちます。いやに出てください。その強制、お前モブじゃろ。悪いが返すわけにはいかんくなった。どうしてですか？理由は話せん。一晩だけうちの蔵で寝てもらう。それで結局我々だけ残ることにしたのですが、村長さんはなんと。一晩泊まればモブオさんは無事帰れるそうです。理由は堅くなに話してくれませんでしたが。私は知ってますよ。本当か？男が男を密室に閉じ込めるなんてやることは一つしかないじゃないですか。うのでもしますか？いいですね。八尺様じゃないですか。八尺様？背丈が8尺ある女の怪異です。モブオさん、自分より背の高い女性に会ったって言ってたじゃないですか。
八尺といえば約 2.4 メートルですね。それなら頭2つよりずっと大きいのでは。八尺というのはあくまでもそれくらい大きいという表現だと思いますけど。だがそんなのが実際にいるなんて。八尺様はいるでおいでやす。おかみさん。もともとこの村は八尺様を封印するための村でおいでやす。モブオ様もおそらく八尺様に見入られたでおいでやす。そんなまさか。スズメバチに顔を刺されているので声さえ出さなければ誰かわからないはずでおいでやすが、もし声を出してしまったら。その時は八尺様に見つかり習いからされてしまうことでおいでやす。僕たちに何かできることはないのでしょうか。ふむ、理由も告げず、とにかく夜明けまで一切の声の発してはいけないとのことですか。まったく、急にこんな放置プレイをされては興奮してしまうではないですか。携帯も取られてしまったので妻にも連絡できません。これはお仕置きコースですね。しかし、なんだか嫌に眠気が、寝言を言うかもしれませんから寝ることもままなりません。一体どうしたら。おや、ドアの前にメモ書きが。モブオさん、きっとなんとかなります。明け方まで頑張ってください。花房くん、モブオさんのご武運をお祈りしております。吉光くん、無事に帰れたら以前も道くんが言っていた有刺鉄線カフェに連れて行ってくださいね。宮園さん、密室での村長との蜜月昨夜はお楽しみでしたねの話を後で聞かせてください。メイドくん、木彫りの仏様ですか。これはきっとご実家が神社の吉光くんからですね。皆さんと、そして家族の元に帰るためにも、私は何としてでもこの一晩を乗り越える必要があります。何か眠気覚ましになるものは。おや、これは。こんなところに偶然三角木馬があって助かりました。朝までこれで耐えればなんとか。モブオ先輩。もう出てきても大丈夫ですよ。花房くん。どうしたんですか。早くこの戸を開けてください。戸に鍵はついていません。それに花房くんは私のことを先輩とは決して呼ばないはずです。つまりこの声は。開けてください。開けてください。開けて。開けて。これは一体。今、確かに人影が。ここは蔵の2階です。いくら背が高い人でもここまでは。一体、蔵の外には何が。とにかく戸窓から離れましょう。声さえ出さなければどうにか。色即是空。今何か声がしませんでしたか。モブオさんの声に似ていたような。発情した猫でもいたんじゃないんですか。ルナ。まさか、仏様に泣かされる日が来るとは。しまった声を。あなたは一体。それは、あなたはまさか。大丈夫ですか、モブオさん。なんだこの煙。うわーって出た。八尺様、どうかモブオさんを殺さないでください。最後に花房かけるモブオの濃厚をねっとりだけでも。大丈夫ですか、モブオくん。この方は八尺様などではありません。どういうことですか。あなたなんですよね、八坂さん。八坂さん、八尺様じゃないんですか。そもそも何なんでしょうか。ご実家な神社の吉光くんわかりますか。そんなベタにわかるわけ。わかりますよ。わかるのかよ。普通に幽霊ですね。でも、悪い感じはしません。ポポポ。吉光くん翻訳を。そんなことできるわけ。わかりました。すごいな。ポポポ。そうです。ポポポ。私は八坂と言います。この人に、モブオくんに一目会いたくて来ました。お知り合いなんですか。はい。私が以前この村に来た時に。やっぱりこの村に来たことがあるんですね。八坂さん、聞かせてくれませんか。どうしてモブオくんに会いに来たのかを。ポポポ。あれは、20年以上前の夏のこと。誰？あなた、何してるの？ちょっと考え事。考え事。
あのさんさんと輝く太陽をお尻の穴に入れたらどうなるんだろうって。ところでどうして君はこんなところに。見ず知らずの人に普通個人情報は教えないでしょ。確かにそうですね。失礼します。帰るの。ええ、そろそろ時間なので。そう。明日もここに来ますか？多分。じゃあその時にまた教えてください。だから見ず知らずの人には何も。次会った時には僕たちはもう見ず知らずではないはずですから。であるからして。先生、前が邪魔でよく見えません。ああ、やさか。もう少しかなんでくれ。って、かなんでもそんなに変わらないか。次はもっと小さくて可愛い女の子になれたらいいな。こんな土砂降りの日にいるわけ。おや、遅かったですね。心地いい。オーヒフヘイヘヒハ。こんなに大きかったら可愛くないよね。八坂さんは今でも十分可愛らしい女の子ですよ。ポポポ、私、恥ずかしいとポポポって言っちゃうの。可愛い口癖ですね。ポポポポ、おぼうくんって今何年生なの？1年生です。八坂さんは何年生ですか？私は3年生。この村に高等学校はありませんが、八坂さんはどちらの学校へ通われているのですか？町の方にある学校へ電車で。おぼうくんはどうしてこんな田舎に？そこにドマゾ矯正施設がありますよね。数年前に急にできた。本当に救いようのない極度のマゾだけが収容されているっていう。僕は今そこにいるんです。あんなところに入るなんて、君は何をしたの？大した理由ではありません。ただ、ALT の先生に、I love pain, パンチミー、パンチミー、と、毎日頼んで泣かせてしまって、その人は実は某国の偉い方のご令嬢だったらしく、国際問題に。どうしてもぼうくんは自分を傷つけるの？大怪我しちゃったらどうするの？八坂さんは、人生の終わりに自分が何を思うか、考えたことはありますか？人生の終わり。考えたことないかも。僕が人生の終わりに思うことはきっと、五体満足で健康的に生きることができてよかった、ではないと思うのです。後悔するような怪我をしちゃうとしたら、もし怪我をしてしまったとしても、それで後悔してしまうとしても、僕はその全てを受け入れます。でも、下手したら体が不自由になっちゃうかもしれないんだよ。そうしたらどうするの？起きてもいないことを心配していたら、何もできないファッションマゾになってしまいますから。私、おぼうくんのことが好き。おぼうくんは、私のことどう思う？ひまわりのような方だと思います。ひまわりみたいに背が高いってこと？いえ、ひまわりのように美しい大輪の花を隠し持っているという意味です。もちろん今でも十二分に美しいですが。質問の答えになってない。僕は明日、ここを立つんです。ここの施設では手に余るマゾだそうで。そう、なんだ。君にこれを。これは？僕が大切にしているボールギャグです。僕は八坂さんのことを。やめて。聞きたくない。聞いたら、笑って見送れなくなっちゃう。本来、日中に使う言葉ではないのですが、かの有名な夏目漱石は、I love you をこう訳したそうです。月が。ポポポ。モブオくんはポポポポ。その言葉を最後にこの村を去ったの？そんなことがあったんですね。ですが、どうして亡くなってしまったんですか？ポポポ。ただの事故です。ある日、推しのライブに行く途中でスクーターにひかれてしまい。ああ、交通事故で亡くなったんですか。
その後警察署で事情聴取を受けるために乗っていた警察車両の中で推しの結婚発表のニュースを見て思わず立ち上がってしまい頭が天井を突き抜けてその直後に心臓発作で、スクーターはスクーターは電損で私が無傷でした。フィジカルエグいな。人生の最後に私が思うこと、私には結局答えは出せなかったけど、最後に思い出したのは、モブオくんのことだった。モブオくんは、私の命の恩人。最後にお礼が言いたかったの。ここにいれば、いつかモブオくんが来てくれると思って、本当にありがとう。八坂さん、私は何もしておりません。全部モブオくんのおかげだよ。上京して夢だったデカ女専門 SM クラブ、地ならしで働くことができたのも、その店舗について詳しく。なんだ？成仏するみたいです。八坂さん、最後にモブオくんにお願い、抱きしめてもらってもいいかな。すみません。私には妻と娘がおりますゆえ。じゃあ最後にあの言葉を聞かせて。月年で無酸素窒息プレイしたいですね。ありがとう。八坂さん、信夫さん。月面で無酸素窒息プレイって何ですか？そういえば村長逮捕されたらしいですよ。20年前に廃業した施設絡みで裏金をずっと運用してたとかで。あの宿屋もそのお金で運営されていたそうですね。煙は睡眠ガスだったとか。私は唯一収容されていた患者だったらしいですね。秘密を知っていた可能性があったため監禁したのだとか。よく寝ずに耐えられましたね。毒には慣れておりますゆえ、こちらお詫びの品です。先日はご迷惑をおかけしました。そんなお気になさらずに。そうですよ。モブオさんは悪くないんですから。もらえるものは全部受け取らないと損ですよ。そうです。ただほどうまい飯はありません。この2人は無視していいからな。一服行きましょうか。吉光は確か吸わなかったよな。はい。でも喫煙所のコミュニケーションは少し気になります。今時そんなの気にしてるなんて吉光はやっぱり真面目だな。でもそんなの気にしないで。誘う側が猫で誘われる側が竿なんですよね。メイドの言うことは業務連絡以外聞いちゃダメだからな。明日の会議が全員すく水で参加というのは。全電撤回、何も聞くな。だけどそれならいいものがあるんだ。これは何ですか？ C 社をモデルにした電子タバコ、チルハビットって言うんだ。 C 社っていわゆる水タバコのことですか？よく知ってるな吉光。でも詳しくは知らなくて。 C 社は普通の紙巻きタバコと違ってフルーツやミントの香りがついたタバコを炭で炙り、その煙を水に通して冷やして吸うものです。どうして水に通すんですか？水に通すと冷えて煙がまろやかになるんです。紙タバコと違い香りをゆっくり楽しむというのがポイントなんですよ。これはフレーバー付きの水蒸気が出るんですよ。私は訳あって普通のタバコは吸えないので、これを吸っているんです。確かになんだか甘い香りがしますね。でも奥はニコチンやタールが入っているものはちょっと。こちらの製品にはニコチンやタールは一切入っておりません。フレーバーも6種類あり、今回新たに1つ増えたそうですよ。そうなんですか。それなら安心ですね。吉光も使ってみるか。使い切りタイプだから俺ので悪いんだけど。吉光くんと花房さんの関節キスは普通の関節なのでダメです。どういうことなんだよ。その代わりにモブオさんにヤゴ食いしながら自分のを使わせる強気後輩攻めなら構いませんことよ。何の代わりなんだよ。ちなみに訳って何ですか？少し吸っていた時期もあったのですが、単純に体に合わなくて、それと禁煙しないと妻にアリの戸渡りと菊の花を根性焼きすると言われてしまったので。何ですかそれ？吉光くん、世の中には知っていて得する言葉と損する言葉があるんです。この言葉は後者です。アリの戸あたりは正規から菊の花に至る尻の谷間の間のこと。シェアできるように替えの吸い口もついてくるので安心して使えますよ。清涼感強めのミントガムに近い風味がしますね。ミントの清涼感の後から少し甘さが追ってくる感じでいいですよね。結構強めだからちょっとした眠気覚ましにもいいんですよね。メロン風味のお菓子みたいでみずみずしい感じですね。甘めで僕は好きです。スイートメロンの名前の通りって感じで、メロンのオレンジの果肉を想起させる甘さですね。のんけ受けがとろけるように愛されて陥落するシーンを想起させる甘さですね。本当にエナジードリンクを飲んだみたいな香りがしますね。最初はエナジードリンク特有の甘い香りが鼻を抜けてきて、その後のキレのある感じがまるで炭酸を飲んだ後みたいなんですよね。
ところでイメージがないんだけど、吉光もエナジードリンクとか飲むのか？いえ、僕はカフェインが苦手ですが学生の頃男友達に一口もらったことがありまして。すみません、その関節口節の話詳しく教えていただいて。いちごの酸味と濃厚なミルクの香りが鼻から抜けるイメージですね。いちごミルク風味のお菓子みたいで甘くていいですね。吉光くん、君のいちごミルクお菓子みたいに甘くて美味しいねと言っ柑橘系ですっきりしていて甘みもコクがある控えめな感じで後に残りませんね。香りもそこまで強くないから場面を選ばなくて使いやすいんですよね。ドゥルセデレチェって確かキャラメルに砂糖とミルクを入れて作るラテンアメリカの伝統的な糖菓ですよね。これは本当にキャラメルを食べているようなミルキーな香りがしますね。煙なのに実際にキャラメルを食べたような後味がしますよね。シルハビットはサブスクと単品購入がありますが、ドゥルセデレチェは単品購入のみに変更されたので注意してくださいね。小さい頃家の近くに駄菓子屋さんがあったのですが、そこで飲んだ袋入りのコーラみたいです。ミントのようなすっきりした清涼感もあってフローズンって感じがよくわかります。コーラ味のお菓子の風味が近いですね。ドゥルセデレチェと入れ替わりでサブスクに入った新フレーバーがそうですよ。コーラ好きにはかなりおすすめな香りです。吉光くんいかがでしたか？全体的に完成度の高い香りで驚きました。ただ初めてだとミント系は少しむせてしまいますね。むせる場合は肺に入れないで香りを楽しむのもありですよ。葉巻などはそのように香りをたしなみますから。それなら問題なさそうです。吉光くん、君の葉巻大きくて顎がはず。次は皆さんのティア表を見てみましょうか。私はこの順ですね。甘いものがあまり得意ではないので自然とこのティアに落ち着きました。僕はこのティアですね。フローズンコーラはすっきり感と甘さがかなりちょうどいいんですよね。寝る前に吸ってもカフェインの心配がないのもポイントが高いんですよ。私はスノーミントの一択ですが、あえてティアをつけるのならこちらですね。スノーミントはキック感があるので吸った時の満足度が一番あります。僕はこの順番ですね。僕は甘いものが好きなので甘めのティアが高くなってしまいました。スノーミントはむせてしまうので低めですけど、あえてティアをつけているだけでどれも美味しいですよ。モブオさんは去年はドゥルセデレチェが一番でしたよね。ええ、私は変わらずデルセデルチェが一番です。あとはこのようなティアですね。気分の切り替えや甘いものが欲しくなった時に吸っておりますが、間食も多少控えられるようになった気がいたします。確かにモブオさん首周りが少しシュッとした気がしますね。ははは、それは夜な夜な首輪で締め付けられているからですね。そういえば宮園さんはすでに吸っていらしたんですね。いつからですか？ちょうど1年ほど前に。そうなんですか。何かきっかけでも皆さんの会話を盗み聞きして声かけてくださいよ。普通にハラスメントになってしまうので、上司が部下の会話に勝るのは。なんかすみません。それじゃあ吉光くん以外の皆さんは1年ほど使っていますよね。1年経ってみてどうですか？お部屋で創作中に手元に置いておいて使っていますが、蓋をしておけば置きっぱなしでも香りがほとんど変わらないのがいいですね。比較的コスパもいいですし、個人的には運転中でも手軽に吸えるのが便利だと思いました。紙タバコは火が危ないし、加熱式は時間で吸えなくなりますからね。ただ夏場の車内は暑くなるので置きっぱなしには注意ですね。休憩時間に吸うようにしていたら、これを吸うと休憩という条件付けができて切り替えがスムーズになりました。香水やフレグランスで気分を変えるのが良いという話もよく聞きますし、案外理にかなっているのかもしれませんね。無知を見たらよだれが出てしまうのと同じですね。そうですね。ところで電池はどれくらい持つんですか？使い方や吸う頻度によりますが、私の場合2日に1回程度の充電で十分に使えました。電池持ちは結構いいんですね。ただ急速充電をしたら直後に焦げたような味になったことがあったので、対応していない充電方法は避けた方が良さそうです。それと防水性能はないので水没させると一瞬で壊れますのでご注意を。実際に懐に入れたまま川に落水して一つ壊してしまったことがございます。そうなんですか。でも持ち歩くには結構大きめじゃないですか。実際お外で吸うには結構目立つ大きさですし、バッグに入れるには少々かさばるので、私はお家でしか吸わないようにしてます。やっぱりそうですよね。ですがデザインも可愛いし香りもいいので、話題作りにはちょうど良いですよ。カバンに1本だけ入れておく分には良いかもしれませんね。モブオさんは普段どうやって吸ってるんですか？私は1本だけカバンに入れて持ち歩き、
家での同じものを使っております。ですが時折家に忘れてしまうので、外出用とお家用の2本あるのが便利だと思いますよ。2本以上あると気分によって香りが変えられるから、僕もそっちをおすすめしています。確かに家と外で使い分けられるのは良さそうですね。ただし香りが強い分匂い移りもしやすいので、持ち歩く際は蓋をするか付属のケースに入れておくことをおすすめしますよ。これ1本で何回吸えるんですか？ 1本で2000回ほど、紙タバコに換算すると約200本、つまり10箱分だな。そんなに吸えるんですか？ですがニコチンやタールは入っていないともおっしゃってましたが、香料のついた水蒸気を肺に入れるのって本当に大丈夫なんですか？この製品には食品グレード以外の成分は入っていないから、安心して利用できるんだ。そうなんですね。それなら安心で。舐めるのも大概にしてください。そもそもグリセリンやプロピレングリコールは吸入暴露を想定した設計の成分ではありません。食品や医薬品など幅広く使われていて、口から取る分には長年安全とされてきた成分ですが、肺から直接吸い込む使い方では長期的な影響がまだ分かっていません。最新の研究においてもこの結論は覆っておらず、人手の長期データは依然乏しいです。ただ紙巻きタバコと比べれば有害成分が大きく減るというデータは多くあり、ニコチンが入っていなければ身体的な依存はかなり抑えられます。ですが前述の通り、ニコチンはないイコール完全に無害というわけでもありません。なので大切なのは正しく理解した上で利用するということですね。と、昨年言ったのをお忘れですか？そうだったな。申し訳ない。つまりどういうことですか？安全とは言い切れませんが、危険と断定するほどの強い証拠もまだない中間の段階といったところでしょうか。そうなんですね。さすがはメイド先輩です。ふふふ。それと以前、猫はプロピレングリコールを分解しにくいため、繰り返し暴露すると貧血を起こす危険があると注意喚起をしましたが、信頼性の高い研究を確認したところ、性病に1日あたり小さじ6杯相当を3週間与え続けてようやく貧血になることが確認されています。ただ、吸入は吸収経路が異なるため、これは決して安全の担保にはなりません。猫と暮らしている方は吐いたミストが愛猫に触れないよう換気するなど、引き続き注意してくださいね。ちょっとした余談です。長くなるので気になる方は止めて読んでみてくださいね。ところでいいサイズなので少しお尻に入れてみてもよろしいでしょうか。ダメに決まってるじゃないですか。今年こそは。今年とか関係ないんですよ。ねえイドウ、社食おごってやるから今年もこれ。じゃあここでキスしてください。モブオさんとはしないぞ。何も。じゃあもう宮園さんとの濃厚でいいですよ。なんでそれが渋々なんだよ。チルハビットは通常価格6980円のところ、約 21% オフのお得なサブスクコース、さらに初回限定で約 42% オフの3980円です。そして初回からたっぷり味わいたい方向けのお得な2本セットのプランもございます。この動画の概要欄または固定コメントのリンク限定で1000円オフクーポンをご利用いただけます。こちらのクーポン利用でなんと1本プランは2980円、2本プランは5980円でお手軽に始めることができます。今回の1000円オフクーポンは1ヶ月限定です。概要欄、固定コメントのみや専用リンクをぜひチェックしてみてくださいね。また解約停止中の方も概要欄または固定コメントのリンクからお得に再開できます。以前使っていた方も初めての方もぜひチェックしてみてくださいね。タバコ10箱分で2980円と考えるとかなりお得に感じますね。でも1本で2000回ですよね。毎月そんなに吸える自信はないです。配送サイクルは最短で15日、最長で90日まで選択できます。90日だと1日あたり約22回ほど吸えばなくなる計算ですね。そうなんですか。それなら僕でも吸い切れると思います。継続縛りもないので一度だけ試すのもありだと思いますよ。合わないと感じたらカスタマーサポートへご連絡いただくだけで簡単に解約できます。メッセージまたはお電話でのご解約の受付は次回お届け予定日の7営業日前までとなります。期限が過ぎないようご注意くださいね。解約時の入力内容は概要欄にも記載しております。ぜひ参考にしてくださいね。そういえば、八坂さんも八尺様でなかったのであれば、あのお上が言っていたことは何だったのでしょう。まあいいじゃないですか。全て終わったことですし。それもそうですね。そろそろその服やめてもいいんじゃないか。社内規定で吉光くんの制服はこれになったので脱いだら解雇ですのよ。ほんとなんなんだこの会社。私も戻りますかね。人生の終わりに思うことですか。きっと私も思い出しますよ。八坂さん。